これはまあ面白いところなんですけど、まあそのいろんなね推測もあるんだけども、はい、まず昔は何で研いでたかって言ったらやっぱ天然砥石しかない、でその中で海外のほとんどが天然の仕上げがなかった、中砥もしくは荒砥しかない。そうで日本は本当に不思議な島国で、こんな小さな国に天然の仕上げ砥石がやっぱり取れたっていうのが、しかもバラエティーが豊かで、すごい産出量だったっていうのがすごい特徴で、やっぱ中国でも仕上げに当たる砥石は取れてもやっぱり中に砂をすごくたくさん入ってたりとか、その実用的にちょっとやっぱり物足らない、ちょっと使いにくいねっていう、その泥の質がちょっと違ったりとか、やっぱりいろいろ試してみてもやっぱりなかなかそこがクリアできる砥石が見つからないっていうのは事実あって、そういう意味でも日本にはその天然の仕上げ砥石があったと。だから切れるようにできるものがあったら切れるものを知ることができる。切るマックスを知るから、それに対して努力ができるっていう。で実際日本においてその仕上げの天然砥石が一般市民に出回ってたかってどうなのね。なぜかというと武器が作られちゃうから。そうだから切れるようにできちゃう。そうできちゃうから、幕府とかが実は管理してたというふうに言われてるんだけども、ただそれでもやっぱりそういう切れるものっていうのをやっぱり知ってたりする身分が低い人たちでも、その天然砥石の粉をより砕いて磨くとか、そこから磨きの技術が発達しているとも言われてたりするんだよね。そういう中で、その海外においてはやっぱりその資源としてその切れ味が出せるものがなければ結局マックスを知らないわけだよね。そうするとなかなか切れるという構造になりにくい。もちろん切れはするんだけども、本当に日本刀で言われてるような真っ二つに本当にできる切れ味が本当に出せるのかっていうとなかなかやっぱり実は難しかった。そういうところでやっぱり剣とか突くっていうような武器に変わったとも言われてて、そうするとやっぱりもともとその切れない切れ味がそこまで鋭くないっていうところが土壌にあった場合、求めるレベルがそのね日本のものをねその昔古い時代から輸入できて、で試せたらもしかするとそれに追いつこうっていうね、そういうものがあったかもしれないんだけども、なかなかそういうねことが難しかった時代においてはやっぱりねそういう砥石でできる切れ味が最大値で、それ以上の切れ味を求めたくても求めれなかった。そうするとやっぱりその研ぐっていう文化があまり発達しなかったりとか、それが今につながってるっていう可能性はある。やっぱなんかイメージだと西洋系のそれこそここを支点にこうやるってやり方も、どちらかというとこの角度で押しつぶすっていう、そうやっぱり切れないもので切るっていうことでいうと非常に合理的で、しかもそれを粗い砥石で研いでノコギリ状になってるものに関してはやっぱり上から下に押した方が刺さりやすかったりとか、それの方が都合が良かったものもあったりするのかもしれないね。でその調理の方法とかもその刃物だったりそこの環境から来てるっていう流れが合ってるんですか？ものすごく影響してると思うんだけど、なんだろう、足し算の料理とかってよく言われるじゃないですか。そうただそれのね一番の根本にあるのはどちらかって包丁じゃなくて水、硬水という水であるっていうこと。だから長時間煮詰めないと出汁が出ない。そもそも水に溶けにくい。その時にやっぱり切れ味が悪い方がもしかするとそのマグネシウムとかと肉と化学反応でアクが早く出るとか、何かしらそういうものが良くも悪くも強くその香りだったり、雑味とかも含めて出やすいっていう、それが押しつぶすことで。それを当たり前に長年食べ続けてきてると、そのらしい匂いが強くあった方が美味しいっていう認識になる可能性は当然あり得るし、その癖っていうかさっきの臭みであったり、そういうものがなんかこう癖になるじゃないですけど、その香りがしないとこの食材じゃないみたいな。っていうだからそれが包丁から来てるケースもあれば料理に関しては水が影響してるケースもあったりとか、いやでも調理技法をそれに合わせないとね美味しくならないので、
そうだからまあいろんなベクトルでねやっぱりまあその食文化っていうのは変わっているのは事実で、そうだからねやっぱりまあそのね研ぎが根付きにくかったっていうのもやっぱりまあそのどうしてもなんて言うんだろうそのまあ砥石の影響があったんじゃないかなっていう推測ね。なんか食文化包丁とか全部ひっくるめて歴史とか僕もなんか見返してめちゃくちゃこの番組見たいなって自分で何回も見てすごい勉強になるし全部やっぱつながってるんだなっていうか、結局その昔は人工物が人工的に作れなかったから天然であるものに合わせたものであったり、食材も天然のものなのでそれに合わせたまあ道具であったりっていう科学的にこう今の技術みたいなのがない中でってなってくるとやっぱその土地で取れるものから限定されるんだなっていうのはやっぱまあ言われてみればその通りだなっていう、もうね選択肢がないんで。そうなんですよね。だから逆に考えがちなんですけどその順番を、でも本来はそうなんだな、まあそうだよなっていうかそれを作れないんだからもうあるものに合わせていくしかないっていうのはまあ本当におっしゃる通りだなって。だから日本の料理が引き算になっていくのは、切れる刃物があったので、すごく出汁が簡単に水のおかげもあって取りやすかった、そうするとものすごくその足さなくても美味しいんだよね。そこからいかにその雑味苦味、まあ、ネガティブな部分をいかにこう出さない。足す一番の要因って何って言ったら臭みが強ければ何かで隠さないとしょうがない、食べにくいから。それをまあいろいろこう掛け合わせてお互いのデメリットを打ち消し合うようなそのスパイスだったりっていうので、そういう構造だとまあ僕は理解してる。それはやっぱりさっきのまあ水であったりとかいろんなね包丁とかまあ砥石とかいろんな要素があってそうせざるを得なかったから足して隠していく、それで美味しく作るっていう料理であって、結局はその環境要因で決まってるってことですよね、その土地の。そうだからまあやっぱりねその別にねいい悪いは別にして本当にまあじゃあフレンチを日本で作ることができるのかっていう話にもなってくるね。そうですね。結局今そのものであったり情報もいろいろこう国境を渡れるからこそじゃあ果たして日本の水と食材を使ったらそれはフレンチなのかみたいな話も前回もされて、だからそこがまあそもそもやっぱりだから日本のフレンチであって全然いいと思うし、ね、やっぱりそこは越えられない壁になってる可能性もあるし、だからこそ逆に言えばそこをちゃんと理解した上で日本で作るからこそ包丁を研がなくていいのっていうふうにもなってくるんだね。そこのなんかそこもなんか定義を明確化して料理を作るとよりなんか食べてる側も面白いなっていうか、そのなぜフレンチなのか、でそれは水であったりその環境要因で決まってきた料理っていうベースがあるから、そこをあまりにも他の国のものと混ぜすぎてしまうとじゃあフレンチって何和食って何ってその根本の部分って多分この揺るがない部分ってある程度ないと、そもそも何料理だろうっていうのになっちゃうなっていうのはすごい、今自由に行き来ができるんで。そうだからすごい難しいところでもそこが分かってくるとねやっぱりまあ軟水と結局切れ味ってものすごい相性がいいってことだよね。だから軟水なのに切れ味が悪いと雑味がめっちゃ出ちゃうのよ。ああなるほど。そうより強調される。そうっていうのもやっぱりあるからやっぱりまあそこのねやっぱりその歴史的背景でありその料理の技法であったりとかなぜそれを重んじてきたのかっていうねところをまあずっとその料理のバックグラウンド歴史とまあね刃物の歴史とか、まあ、料理に合わせて包丁もね作られてきてるわけで、そうだからそこをちゃんと紐解いていかないとやっぱりねなんだろうここのねこの国にここに合ったものを作りにくい。だからフレンチも、ね、その年間契約やっていただいてるまあお店さんで、まあ、フレンチであってもやっぱり切れ味をものすごく大事にしてくださってるっていうお店さんはありますけどそこがやってる料理はすごくある意味日本のフレンチとしてはすごく大正解だと思うね。そうだから逆に言えば、ね、他の国ではできない可能性がある、まあ、フレンチって言ってもいいので、
そうだからね、まあ、やっぱり、ね、日本で軟水でフレンチ作るって言ったら包丁が切れるっていうふうに決めたっていうふうに言っていただけたのは、まあ、すごい嬉しいお話だよね。一応これはまあ一応セラミック砥石というものを名付けた方がいらっしゃって、その方にまあ聞いた話なんですけど、それまで今までそのセラミックっていうのができるまでの砥石っていうのが、まあ、あまりまあ上質な研磨材じゃないものを固めてたと。でまあふるいのかけ方であったりとか、まあ、非常に硬い研磨材じゃなかったりとか、まあ、その研磨力があまり高くないでもまあリーズナブルで安価なものっていうそういうまあ立ち位置としてあんまりまあそこを求めてこなかった。なぜかっていうとほとんど鋼でしかも柔らかい包丁の方がまあ昔は多かったからっていうような感じだったらしいんだけども、その中でまあステンレスであったり、まあ、硬質な刃物がどんどん出てくるようになった中で、やっぱり砥石の研磨材の質を上げないと削れないと。だから既存の、砥石よりもいい研磨材を使ったものだよっていう中で名前を変えないと同じ砥石だと思われたら嫌だよねっていうので京都の砥石、まあ、メーカーさんなんだけども、なんかその上質な焼いて作った砥石、でなんかいい名前ないかなって探してたら京都セラミックス京セラさんがあって、超均質でいい、ね、その焼き物を作ってるっていうところからセラミックをいただこうっていうので、セラミック砥石っていうふうにつけたと。でただもともとはその高温で焼いているいわゆるビトリファイド製法っていう、1300度で焼くっていうそこの砥石の中でまあ高品質な研磨材を使ったものっていうイメージでつけてたらしいんだけども、まあ今いろんなものにももうセラミックでつくようになってしまって、今の定義で言うと、その非常にいい研磨材GCWA とか、ダイヤモンドとかそういったものを使っている砥石のことをセラミック砥石っていうのかなと思います。ただ、ダイヤモンドはダイヤモンドってもう完全に分けて言ってしまってることが多いから、そこはセラミックに入らないかもしれないんだけども、そういう流れがあって、結構なんかその製法だと勘違いしてる人が多くて、なるほど。その中の粒子の違いっていうよりかは、僕もその2種類あると思ってて、焼き方がセラミックスなのか、その中に含まれる粒子を指してるのかっていうのが、その商品によってそれこそ違う製法のものって焼き固めてる、高温で焼き固めてるわけではなかったり、乾燥させて固めたりしてるもので、製法を指してるって勘違いしてると思うんですよ、一般の方は。僕がその一般のお客さんと話す中で。だそれはそうじゃないですよっていう話をしてて、みんなが思ってるその陶器的な焼き物っていうイメージのセラミックスじゃなくて、おそらくその中に含まれる粒子の話だよっていうのは結構分かってない方が多くて。もともとは本当はねそっちのセラミックスのはずだったよね。セラミックスっていう意味ではやっぱ高温で焼き固めるその陶磁器っていうような意味合いがなんて言うんだろう、もともとのはずなんですけど、それこそ大きい有名な砥石メーカーさんがセラミック砥石みたいなのみんなもうつけてるんで、それこそマグネシア系の砥石を出されてるとことか、そうするとなんかもう製法なのか何なのかごっちゃになっちゃってて、セラミックスイコールいいみたいな、間違ってはないですけど、ただそのなんだろう、そういう製法の砥石ってなっちゃうと、またその砥石を選ぶときにちょっと変わってきちゃうじゃないですか。その製法によってやっぱ変わるんで、そこは違うっていうのは一つなんかお客さんに分かっていただければ、砥石の製法自体っていうよりかはその中に含まれる研磨材に上質なものを使ってるものにつけられるもの。水につけずに使ってもらったら多分すぐ分かる。もうなんか全然滑走感がちゃんと得られないというか、なんだろう、やっぱりその砥石ってすごい面白い道具で、砥石本体で削る時の研磨力と、あとその浮遊してきた泥って言われる、それも砥石から出てきた研磨材なんだけども、その研磨力と2つで研ぐっていう、研削と研磨を同時にしてるっていうようなイメージですごく不思議な道具なんだよね。
でその中でやっぱり本体だけでその水がない状態で乾いた状態でやると、滑走感が悪かったりその粉っぽく表面にその研磨剤が散りばめられてしまうとやっぱりなんて言うんだろうね、すごく研ぎ心地が悪い。だからうまく研げないって言った方がいいのかな。だから必然的に水があった方が研ぎやすくてそのパフォーマンスが得られやすいよねっていう、そのために水をつける。ただ注意しなきゃいけないのが最近ねやっぱりすごく人気な砥石メーカーさんのものでやっぱり不吸水性、要するに水を吸わないよっていう傾向の砥石がすごくやっぱり人気だったりはするんだけども、そういったものっていうのはやっぱり水でちょっと溶けちゃう可能性があるので、逆に水につけっぱなしにするともうすごく柔らかくなってしまったりとか、ね、長く使えない可能性が出てきてしまうので、それはすごく気をつけた方がいいよね。製法によってやっぱつけちゃダメなものとつけなきゃいけないもので、つけなきゃいけないものに関してはその気孔というかスポンジのように空洞が空いてる分、そこで水をこう。ただその吸わない砥石でも水はかけなきゃいけないのは事実だからね。濡らした状態で使うっていうのは基本的にはでよくある質問なんだけど、何分つけますかっていう話がされるんだけど、基本的に本当はねものによっては結構しっかりつけた方がいいなっていうものもあったりはするんだけど、とりあえず長くねそうやってちゃんと使ってさえもらえれば嫌でも中に水は入っていくので、水を上にかけた時に上に水が乗ってる状態であれば、問題なく使えるんじゃないかなとは。染み込まない状態ですね。これ以上吸いませんよっていう状態になってる。そうなるまでは一応水につけてもらうっていう。なのでね、不吸水性の砥石はもういきなり出してきてそのまま水かけても吸わないんで、そのままいきなり研ぎ始めるっていう、そういうねメリットはあるんだけども、そこをね一つの使える基準、使ってもいいよって砥石さんが言ってるっていうそこの判断に使ってもらえばいいのかなと思うね。もう間違いなく面直しもう絶対面直し、とにかく砥石を直しましょう。これがもう究極です。究極の基本であり究極の奥義です。研ぎの技術どうのこうのっていう方が多いんですけど、それ以前の問題ができてない方が大半、その聞く中で。やっぱ本だったり YouTube 動画とかで頑張ってらっしゃる方たくさんいるんですけど、そもそも砥石が曲がってたらいくら勉強したって意味がない。まずはその道具をきちんと整備する。あと多分その次にあるのは包丁の見方というか、そのどこに問題があるのかっていうのをまず見つける力というか、その研ぎの技術もあると思うんですけど、そのどこのポイントに問題があるのか、じゃあ自分はどうしたいのかっていうゴールであったり、その道具の問題、砥石に問題があるのか、包丁に問題があるのかっていうところをちゃんと見極めてから初めてじゃあどうしようっていう話なので。本当にね研ぎって要素としては3つしかないからね、砥石か包丁か技術か、この3つしかなくて、そのうちの1つ、要するに砥石が曲がっててうまくいってないっていう、それを完全に排除する。そうすると包丁が曲がってるとか包丁に原因があるのか、自分がうまい下手かっていう、その2つにも完全に絞られるので、その中で今のね柿沼君が言ったように包丁の見方がある程度分かったら、あとは頑張るだけっていう、そこに対してまたさらにねそのテクニカルな部分とかは本で保管してもらったり、YouTube で保管してもらったり、何かしらそこで保管しながら、あとは頑張る。そうね、もう砥石のせいかもしれないなって、その不安をもうとにかく取っ払うっていう意味ではやっぱりもう最初にとにかく面直し砥石を買って、もう砥石を平らにするっていう、これをやっぱり徹底的に守るっていうのもものすごい大事かなと思うね。何が何でもそこはそうもう安い砥石でもいいから、面直し砥石だけはちゃんとした、もしかしたら手間って思うかもしれないですけど、それができてないとやっぱ全部が台無しになっちゃうんで、そこはもう必ず。ただもうね今やっぱりね一番推奨してるのはやっぱりダイヤモンドの面直し砥石なんだけども、高いのよ。ただ極論この時代やっぱりもうそこのハードルを超えられない方はもう研ぎに出した方がやっぱりいいとは思う。
そうだからそこがまあ叶わない人たち、要するに料理人さんでやっぱり毎日使うとか、そういう人たちはやっぱりまあ研ぎをちゃんと覚えた方がいいとは思うから、まあその研ぎに出すっていうのはよほど欠けたとかね、まあ包丁ちょっと曲がってるとか、そういうトラブルの時はまあ確かに依頼すべきというふうには思うんだけども、まあね、一般家庭の方でやっぱりちょっとやってみたいなっていう方ももちろんねやることは止めないんだけども、まあ、金銭的なハードルが一番最初にそこに来ちゃうから、そこがね超えられる方にも、まあ、正直なところも絞られてしまってもいいのかなって気はしてるんだけどね、そう安易に誰でもできますよ、ちょっと軽くやってみたらどうですかって言って、やった結果、やっぱりねもう壊れてしまうことがもう分かっちゃってるんだよね。その面直しをしないとか、まあ、そこの面直しとか道具に少しお金がかけれないことによって、やっぱりどんどん包丁が切れなくなっていく。だからそれは破壊行為になっていって技術も実は身につかない可能性もあるので、まあ、そこはねちょっとあえてまあ厳しく、まあ、お金もかかるけどそこを超えられる方はやっぱりちゃんと道具を揃えてからしっかりまあ学んだ方がいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、うちのねちょっと方針としてはそういうふうにしてたりはするかな。まあそのシャープナーであったりとか、まあ、その棒状のねものっていうのは基本的に刃物の先端しかやっぱりアプローチができない、まあ、側面から厚みを取るっていう、まあ僕らのね専門用語だとまあ肉抜きとか、まあ、厚み取りとか、まあ、いろんな表現がされてこうなってるとここからしっかり削れないっていうことですね。ここだけこの先端の先端だけアプローチをする、こう傷をつけたりとか。そうだからやっぱり包丁って買った時のその背中の厚みが決まっているのに、どんどん研げば研ぐほど、ね、幅が狭くなっていくっていうことは角度がどんどん鈍角になっていたりとか、刃先がどんどん厚くなっていく。そうするとその刃先だけを研いで減らしていくっていうことをすればするほどやっぱりまあ食材に対して食い込みが悪くなり、まあ、結果何が大体起こりやすいかっていうと、まあ、根菜類とか硬いものに刃を入れた時に刃が入らないとかで、あとちょっとで切れるぞって言った時にバキって割れるとか、まあ、そういったことがまあ非常に起こる。でそれを、まあ、その研ぎ機自体が悪いわけではなくて、それと手で研ぐ研ぎっていうのはまあ別物だよねっていう、そこの理解がとても大事かな。だからまあ包丁の側面をちゃんと削って刃先までものすごく薄くするっていう研ぎっていうのができるっていうのがまあ砥石のまあ最大の特徴で、まあ、多くのまあシャープナーっていうのは先しか研げないから、まあ使えば使うほど減れば減るほどまあどんどん包丁の調子が悪くなっていってしまうっていう、どんどん効かなくなってきます。そう刃先がやっぱどんどんこうなってっちゃうんで、減ってね、やればやるほど薄いうちは比較的よくかかるんですけど、なのでまあじゃあね、僕みたいにまあその研ぎを本当にね仕事にしてる人間の人たちってやっぱりシャープナー否定してるですよねみたいなことを言われたりするんだけども、実際その毎回研ぎに出すのお金にかかるでしょ、お金かかるでしょと、じゃあ半年に1回ぐらいもしくは1年に1回ぐらい包丁研ぎを出してましたと。その間に切れ味が落ちてきたっていう時につなぎでそういうシャープナーを使って、で刃が厚くなってきたやつをちょっとまた新品のような薄さに戻してくれませんかっていうような形で研ぎ依頼に出すっていう、そういうつなぎとしてね分別をきちんとして何ができて何ができないのかっていうのをやっぱりそうやってちゃんと分けてもらえるとすごくね快適に長く包丁は使えると思いますね。ただねさっきの話シャープナーだけずっと使い続けると調子が悪くなっていく、ね、食材が割れるとか、なんかすぐ切れ味が落ちるとか、まあ、そういったことが起こるっていうのは事実なので、はい、やっぱなんか切る前に毎回やらなきゃいけなくなるみたいなこうよく聞きます。やればやるほど毎日使う前にゴシゴシやって、で何回か切ったらもうまた落ちちゃう。大体やっぱりそういう包丁って食材の入りが悪いので、気づかないうちに力いっぱい入れてるんだよね。ゴツンって多分悪循環ですよね。まな板に当たるその力もね、どんどん強くなっていくんで、それはやっぱり刃先も早く潰れるんで、切れないで力入れて潰れる、で潰れるからまたかかりにくくなるっていうその循環ですよね。どっかのタイミングでだから一回やっぱりその研ぎ師さんなり、もし自分で研げるんであればそれが一番いいですけど、研げないんであればやっぱ出してそこを抜いてもらうっていう作業は必ず入れないと、なかなかあれだけでずっと使えるっていうのは難しいかもしれないですね。
簡易的なものなのであくまでも。